はい、こんにちは。松江の数学ですけども、今日は第14回ということで、前回の第13回では、順列と組み合わせについて基本的な話をしてきました。で、今日はその話から少し条件を付け加えた問題に挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。では問題です。男子3人、女子2人を横一列に並べるときに、次のような並べ方は何通りあるか。ただ並べるのではなく、少し条件を付けてみたいと思います。まず1番目。両端が男子の並べ方が何通りあるか。2番目。女子2人が隣り合うように並べ方が何通りあるかということです。では、まず1番から説明していきたいと思います。で、前回もお話ししましたように、順列組み合わせの問題は、すぐに問題を解くのではなくて、まず図を変えて並べてみようということが大事だという話をしましたね。今回もそれについてやってみたいと思います。まず1番目。両端が男子ということはどういうことでしょうか。1、2、3、4、5人ですね。そのうち両端は男子にしてください。つまり両端というのはこの左端と右端ですね。ここを男子にしましょう。ということです。そうすると、あと男子2人を並べてますので、あと1人男子が残っています。そしてあと2人の女子が残ってますので、この真ん中の3人は、女子2人と男子1人を並べることになります。よろしいでしょうか。で、この時にどのような順番で考えたらいいかというと、数学っていうのは問題文に素直になることです。ですので、両端が男子にまずしましょうということですから、その時に真ん中の3人を先に考えるっていうことはしません。まずは必ず男子を並べたいということですので、優先順位としては、まず1番目に男子を並べるということを考えます。そしてそれが終わった後に2番目、女子を並べる。男子とですね、この3人を並べるということを考えます。よろしいでしょうか。さあ、早速回答を作っていきましょう。まず1番目です。そうしますと、まずは1番目に両端の男子を並べますので、このように考えましょう。男子は3人いますよね。ですので、まずは左端、右端、どちらでもいいですけども、左端に男子3人のうち誰を並べるか、何通りありますか？ A 君、B 君、C 君。3通りありますよね。ですから、まずは3通りになります。で、1人並べました。ということは、残り2人残ってますので、右端には2人の並べ方があります。そうすると、前回もやりましたように、並べる場合には、それぞれに対して並べますので、ここは筆になります。もちろん記号で 3P と書いてもらってもいいと思います。6通りですね。まずここまで6通り並べました。そして、その6通りのものに対して、真ん中の3人を並べますので、対してですね、女子2人、男子1人を並べるので、これはもうどうなるかというと、3×2×1。3通りかける2通りかける1通り。すなわち6通りになります。ということで、この6通りの各々に対して6通り起こるわけですから、最終的には掛け算になります。これが答えになります。さあ、ここまで少し戻りますので、確認をしてみてください。はい、よろしいでしょうか。では次2番目に行きたいと思います。2番目は、女子2人ですね。この女子2人を必ず隣同士にしてほしいということですね。となると、まず女子2人は隣り合うという条件が優先順位として高いわけですから、どんなやり方があるか、実際パターンを考えてみましょう。女子2人。まず、こう隣り合う場合がありますよね。そのように考えていくと、あといくつかあると思います。2パターン目。どこになるでしょう。考えてください。3パターン目。
4パターン目。どうでしょうか。この2箇所に女子が入る。この2箇所に女子が入る。この2箇所に女子が入る。ということなんですね。全部でこの4パターンがあります。ということは、まずこのように考えてみましょう。女子2人の並べ方は、まず4通りあります。そしてその次忘れてはならないのは、この2人が A さん、B さん、B さん、A さん、入れ替わる場合があるんですよね。下に書いちゃいましょう。入れ替わり。4通りのものに対して A、B、B、A と入れ替わりがありますので、8通りになります。ここまでよろしいでしょうか。そして、残りその各々に対して、男子3人が変わりますので、先ほどの1番のこれと一緒ですよね。3×2×1 の6通りとなります。よって、8×6 の48通りという答えが出てきます。ここまでよろしいでしょうか。ところがですね、2番目の問題は少しコンパクトに考える見方がありますので、その説明をしたいと思います。何か。この隣り合わせにする女子2人をですね、1組と考えちゃいます。1組と考えちゃいます。つまり大きい丸1つと考えます。ということは、丸がちょうど4つありますよね。その4つを並び替えるというふうに考えます。別解。いきますよ。女子1組と男子3人を並べると考えます。ということは全部で4つを並べることになりますので、4P4、4×3×2×1 の24通りになります。ところが先ほどの1つ目の考え方と同じように、女子の入れ替わりがありますので、それぞれ2倍になってきますから、48通りということで、先ほどの答えと同じになります。よろしいでしょうか。ということで、今日皆さんにお伝えしたいのは、たった2問でしたけども、条件が与えるときには、条件が強い順番に物事を考える。2人が隣り合う。女子を1組にする。そこに着目して物事を考えていく。数学の問題というのは基本そうなんですね。条件の強い順に物事を考える。ということです。はい。最後にこのキーワードをお伝えして今日を終わりたいと思います。ありがとうございました。